皆さんこんにちは、藤井です。今日はタメ口でお話ししていきます。そして今日は外で撮った動画。外でまた動画を撮ってほしいってコメントがあったから撮ってみた。見て、腕。虫がいるの見える？蚊に刺されてるのに全然気づいてないね。後ですっごい痒くなって気づいた。もう蚊に刺される季節になってきたね。自然好きなんだけどさ、虫はあんまり得意じゃないから困る。まあ虫たちの住んでいるところに私が勝手に行ってるだけだからお邪魔しますって気持ちで行かないとね。これ公園なんだけど、公園の中にスタバがあったからアサイーヨーグルトを買ってきた。みんな元気？働いたり家事したり勉強したりって毎日過ごしている中で、こうやって思ったことない？このまま年だけ取って死んでいくのかなって、いきなり暗って思った。ごめんね。そんなに暗い話じゃないから安心して。でもちょっとだけ暗いかも。共感してもらえるかわからないけど、私が普段一人でぐるぐる考えていることを今日は発信してみようと思う。最近本を読んだの。浅井亮っていう作家さんの死にがいを求めて生きているのっていう本。これが結構個人的に響いちゃって、しばらくはぁってなってたんだけど、今日はこれを読んで思ったこととかを話していくね。どういう話かというと、簡単に言うと、自分には生きる価値があると認めるために必死に頑張る人の話。ゆうすけっていう名前の登場人物が出てくるんだけど、ゆうすけはいつも特別になろうと頑張っているんだよね。学生の時は勉強も運動も一番になれるように頑張るし、大学に入ったら全然興味のないイベントの復活運動に参加してすっごい頑張って活動するの。その後は自衛隊に入るって言い出したりする。自衛隊は日本の安全を守るための仕事ね。その後もいろいろやろうとして行き過ぎてすごいことになっちゃうんだけど、そうゆうすけが求めているのは世界を良くすることではなくて、頑張っている自分、特別な人生を生きている自分だったっていう物語なんだよね。何かを頑張らないと、何かを成し遂げた人にならないとって思って生きてるんだよね。ちょっとぐさってこない？ゆうすけはすごくやりすぎな例だけど、私の中にもみんなの中にもゆうすけはいると思うんだよね。この本のテーマは生きがいとは何か
だと思う。みんな生きがいって聞いたことあるかな？簡単に言うと、生きていることの価値、生きていてよかったなと思えることっていう意味。仕事が生きがいみたいな感じで使う。タイトルにある死にがいっていう言葉は、この生きがいから作られた言葉で、多分この作者のオリジナルの言葉だと思う。辞書に載ってるような言葉ではないから覚えなくても大丈夫。本の中にこんなセリフが出てくるの。俺は死ぬまでの時間に役割が欲しいだけなんだよ。死ぬまでの時間を生きていていい時間にしたいだけなんだ。死にがいっていう言葉はこのセリフから来てるんじゃないかなと思う。インパクトの強い言葉だよね。私は大学を卒業して社会人になってから、こうやってただ仕事だけして年だけ重ねて死んでいくのかな。この長い人生をどう生きればいいのかなって悩んだことがあったんだよね。学生のうちはいい大学に入っていい会社に就職するっていう正しい道、ゴールがあって、それに向かって進んでいればよかったのよ。まあこれが正しい道だったかどうかは今考えるとわからないけどね。その時はそれが正しいというか、それしか知らなかったんだよね。だけど社会に出た瞬間、突然あとは自分で好きにしていいよ、自由だから、自分で生きる目標を見つけてねって突き放されたような感覚になったんだよね。今まではお城を目指して道を歩いてきたけど、いざお城に着いたら、その先は何をしたらいいのかわからなくなっちゃったんだよね。それで、この仕事って意味あるのかな？私がやりたいことってなんだ？ってなっちゃったの。ルフィみたいに海賊王になりたいっていう絶対的なゴールを自分で決められたらいいんだけどね。まあ学生の頃、私が何も考えずに生きていたからこうなったっていうだけで、もっと早くから気づいてた人もいると思うんだけどね。自由って難しいよね。ゲームみたいにこのルールの中でできるだけたくさんコインを集めてくださいって感じでゴールが決められていたら、それに向かって進むだけなのに、ゴールも生き方も自由ですって言われたら、何をしたらいいかわからなくなっちゃうんだよね。この自由を最高だって思う人もいるのかな？私は思えなかったんだよね。ちょっと話変わるけど、
マズローの5段階欲求って知ってる？人間の欲求は5段階あるっていうアブラハム・マズローの唱えた説。欲求っていうのは何かをしたい、何かが欲しいと思う気持ちのことね。こんな感じで5つのレベルがあるってこと。まず1段階目は生理的欲求。これは食事とか睡眠とかの人間が生きていくための欲求。2段階目は安全の欲求。危険を感じるような状況から逃げたいっていう欲求。3つ目は承認欲求。認められたい、尊敬されたいっていう欲求。そしてここまでの4つのすべての欲求が満たされた場合に至るのが自己実現欲求。自己実現欲求は自分らしく生きたいという欲求。まだ聞いてる人いるかなわかんないけど喋るね。今の日本では3段階目より上の欲求を感じる人が多いんじゃないかなと思う。狩りをしたり木の実を集めたりして生活していた時代はレベル1とか2とかだったよね、多分。明日生きるための食べ物を探さないといけないのに自己実現とか言ってる場合じゃないもんね。そして5段階目より上に6つ目の欲求が後から追加されたらしい。それは自己超越欲求。自分を超える欲求。つまり他の人や社会などの自分の外にあるものの役に立ちたいという欲求。生きがいはこの5つ目か6つ目の欲求になるんじゃないかな。すごいね。これが満たされたら次の欲求。それが終わったら次って感じで人間の欲は止まらないんじゃないかなって思う。もしかしたらこの時代では思いつかないような欲求がレベル6の上にもあるかもしれないよね。考える力がある限り結局人間って永遠にずっと悩み続ける生き物なのかなって思ったっていう、そういう結論のない話。本の話に戻ると、浅井亮さんの作品は自分の中にある人間としての汚い部分とか見たくないような部分をあなたもこういうところあるでしょって感じで見せてくるの。だから読むといつもやめて、それ以上言わないで、苦しいってなるんだけど、でも最後まで読んじゃうんだよね。その傷を触られる感じが癖になるというか気になった人はぜひ読んでみて。ということで
そろそろ終わりにします。こうやってぐるぐる考えてもしょうがないことをいつも考えてるんだよね。でもどうでもいいかって思う時もあって、考えて全てのことに意味はないのですみたいな状態になるっていうね。実際ね、すごく大きな夢とか目標がなくても毎日ほどほどに幸せなのが一番かもしれないよね。好きな音楽を聴いて、歌って踊って、アニメ見て、美味しいものを食べて、美味しいコーヒーが飲めて、皆さんと交流できたらいいかって思う。まとまりのない話だったけど、最後まで聞いてくれた人がいたら本当にありがとう。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。